皆さんどうもこんにちは。発表されましたね。ついに、ガーミンのサイクルコンピューターの中でも売れ筋の売れ筋500シリーズ、そして800シリーズ、新型モデルが出ました。今回ね、ガーミンさんからですね、サンプルに送っていただきまして、いろいろと僕の中で使ってきました。何が変わったのか、どう変わったのか、おすすめのポイント、売りは何か、などなど、いろいろとですね、がっつりとまとめてきましたので、レビューさせていただきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。さあ、2つ並べてみました。こっちが今回新しくなった840のソーラーモデル。そしてこちら540のノンソーラーモデルですね。箱はこんな感じ。厚みが違いますね。こっちの方がね。このあたりもですね、詳しく説明していきます。まずはソーラーモデルですね。はい。かっこいいね。そして540ノンソーラーモデルですね。こっちがソーラーで、こっちが普通でございます。こちらが840のソーラーモデルですね。そしてこっちが540のノンソーラーモデル。形、大きさはほぼ一緒ですね。デザインが若干違いますね。840のソーラーモデルに関しては前面がブラックになっていて、540に関してはグレーになってますね。まあどちらもね、やっぱ洗練されてますね。ガーミンらしくてかっこいいですね。で、なんと840今回ボタンです。ボタンだらけになっております。はい。前のモデルはね、ボタンがなくてタッチになってたと思うんですが、今回840はですね、特徴の一つでもあります。タッチでもいけるし、ボタンでもいけるということで、840に関しては両方対応しました。タッチが便利なシチュエーションではやっぱタッチ使って、こういう風に手袋をしてる時とか、タッチしても反応しづらい、雨降って全然反応しないって時なんかですね、ボタンで操作できるという二刀流スタイルになりました。これ今回の目玉ポイントですね。540に関しては従来通りのボタンでの操作になります。ソーラーモデルとノンソーラーモデルでですね、箱の厚みがさっき違いますねと話しましたが、こちらですね、ソーラーモデルに関しては付属品が違います。ソーラーモデルの方がですね、物が少ないです。ノンソーラーモデルの方がいろんなものがついてます。ソーラーモデルに付属されているのは、これですね、ハンドルステム。そしてこういったハンドルとかね、ステムとかに取り付けるためのマウントシステムですね。その他ですね、サイコンがですね、飛ばないようにするためのストラップ、充電器、当然 USB Type-C。などなど非常にシンプルな付属品になっております。対して540ですね。こういったステムとかハンドルに取り付けるためのマウント。そして同じくハンドルに取り付けるためのハンドルバーマウントですね。見た目非常にね、スタイリッシュだと思いますけども、上にサイクルコンピューターつけます。こんな感じですね。で、下にもね、取り付けるマウントあります。ここにオプションで発売されている予備のバッテリーですね。充電を取り付けることでロングライフのバッテリーが実現できるといったような仕組みになっています。この辺はね、従来通りですね。ソーラーモデルになくて、ノンソーラーモデルにあるものは他にもたくさんあります。こちら、ハートレートセンサーですね。心拍計がついてきます。軽電センサーもね、ついてきますと。さらにこちら、スピードセンサーがついてきます。付属品の違い、ノンソーラーに関しては、ハートレートセンサー、軽電センサー、スピードセンサーがついた、1個買えば全部ついてきますよ、パック。ソーラーに関しては、ハートレート、スピードセンサー、軽電センサーがついてないシンプルパックとなっております。どちらともですね、約 80g と非常に軽くなっております。値段はですね、両方とも同じになっております。少し前にですね、僕もレビューしましたけども、1040のソーラーモデルがですね、出ましたけども、やはり800、500シリーズにもですね、ソーラーモデルが搭載されてきましたね。やはり今ソーラー使ってる人結構多いと思いますけども、バッテリー持ちが多分えげつないと思います。全然減らねえって人ね、結構いると思います。それぐらいですね、バッテリー持ちっていうのはね、とんでもなく良くなっております。参考までにですね、540、840、ですね、ソーラー、ノンソーラー問わずですね、バッテリーの持ち時間は最大24時間という風になっております。さらに、ソーラーが加わるとですね、プラス半日なのか数時間なのか、まあもちろんね、天気の状況にもよりますけれども、僕がツイッターとかで見てる限りではかなりバッテリー持ち良さそうですね。ブルベとかで走る人とか、ロングライフバッテリーが欲しい人、長旅します、2泊3日しますって時に、荷物を少しでも少なくしたい人なんかはですね、このロングライフバッテリーになった540と840シリーズ、かなりね、いいんじゃないかなと思います。もう一つの受け継がれた機能っていうのはやはり GPS の精度ですね。
GNSS マルチバンドといって、いろいろな信号をですね、集めて正確な位置を表示するっていうですね、ガーミンのお家芸一番得意な部分ですね。ヒルクライムしてる時とか、新しい道を開拓してる時とかですね、GPS ロストしてしまう人、ちょこちょこいるかもしれません。ガーミンに関しては大丈夫だと思います。ストラバのね、セグメント中にですね、ロストしちゃって、もうせっかく頑張ったのにってテンションガーッターンって落ちる心配は、ガーミンに関しては大丈夫なんじゃないかなと思います。ということでですね、この辺のね、新しい機種を紹介するのは誰でもできますよと。スペック表を見ればわかるよと思う方がほとんどと思いますので、今回ですね、懐かしいサイコンたくさん集めました。まずはこちらエントリーナンバー1。ででん、エッジ520使ってる人いるんじゃないでしょうか。俺それって人もいると思います。はい。ね。懐かしのサイクルコンピューター。こちらも用意しました。820J です。ね。俺それだわって人いると思います。そしてさらに昔の持ってきました。500です。はい。見てください。ね、懐かしいと思います。エッジ500かな。非常にですね、トラディショナルなガーミンのサイクルコンピューターも今回用意しました。これらの商品ね、やっぱりまだまだいい製品なんで使えると思いますけども、どれだけ今回のものが進化したかっていうのをですね、比較しながらお見せしていこうかなと思います。見た目とかスペック部分はもちろんですけども、ガーミンに関しては UI かなり変わってます。非常に使いやすくなってますので、そのあたりも含めていろいろとね、検証していきたいと思います。さあ、どうでしょうか。圧巻でしょう。ここからだんだんね、新しくなっていくといった感じですね。この2つとこの2つは同時期ですけども、これはですね、一番トラディショナルだよね。エッジ500、520J、そして 820J、そして今回新作ですね。はい、540。こっちが840のソーラーでございます。はい、どんどんね、サイコンも進化してるということで、ロゴの位置とかもね、下に行ったり上に行ったりとね、いろいろガーミンもね、変化しているんですけども、まずですね、見てほしいのは、起動の速さ、見ていきましょうか。じゃあ、一個ずつ起動していきましょう。これどうやって起動すんだ？俺これ触ったことないぞ。うわ！もう見てくださいよ。懐かしい。もう、ミニ USB ですよ、端子が。僕、この端子持ってないですね。ミスターガーミン様はですね、きっとあると思うんだよな。はい、こんな感じでね、送ってくれるんですね。ありました。ミニ USB ですよ。こんな端子まだ持ってる人いんのかな？まずね、端子が変わるよね。今 USB Type-C ですけども、Type-B なんて他のデバイスでもなかなかないと思いますね。逆になんかもう可愛い、おしゃれみたいな。そんな領域だよね。ただやっぱ起動はやっぱ結構時間かかりますね。時間経ってると思いますが、充電しながら起動ってのが難しいのかもしれないですね。はい、しばらく充電させておきます。続きまして、ガーミン 520J ですね。520、そして540ですね。520の方がサイズはちっちゃいんですが、540の方、その分ですね、画面が大きくなっております。デザインこんな感じですね。大きな変化はないかな。ボタンが横に2つ、こっちは3つ、そして下にも2つといったような感じですね。820の方がちょっと洗練されたデザインにはなっております。520もね、武骨な感じはあるんですけども、一昔前の感じの雰囲気はやっぱりありますね。プラスチッキーな感じというか、ロゴの位置もですね、それぞれ違いますね。じゃあちょっと起動してみましょう。電源はこことここですね。せーの。ね、だいたい同じタイミングで押してみましたけども、どうなりますかね。もともと、早っ !540 めっちゃ早かったですね。でも、520も結構普通に早いですね。UI の違いね、結構違います。比較してみます。こんな感じになっております。ね、両方ともボタンでの操作にはなるんですが、UI がガラッと変わったので、使い勝手の云々は、それぞれね、慣れっていうものがあるかもしれませんが、新しくなった方、これもですね、いろいろちょっと触ってみます。UI ガラッと変わってますんでね。音はね、今、オフにしてますね。すごい。バッテリー活動推定34時間と出てますね。はい。自動調整ついてますね。
まあ、明るいところは暗く、暗いところは明るくみたいな感じですね。自動調整をオフにすれば明るさ調整できますが、この状態ですでに30なんですね。100にするとこんなに明るくなりますね。めちゃくちゃ明るいですね。基本的にはこのオートモードでいいんじゃないかなと思いますけども、まあ、僕がパッと触っただけでも、やっぱり新しいものだけあって非常に見やすいです。UI しかり、操作性しかり。もっさり感も全然違いますね。走行するときのね、画面表示もですね、一応見せますね。はい。こんな感じでございます。もう一個。じゃん。こちらも一応見せますね。820J、そして840のソーラーモデルですね。デザインの比較していきます。やはりですね、全体的な大きさ自体は大きくなってるんですが、画面も新型はでかくなっております。前のモデルはですね、ボタンが全然ありません。電源ボタンしかついてないですね。あとここ、スタートとストップのボタンかな。あとラップタイムとか、そういったのをやるボタン。で、マイクロ USB。520もマイクロ USB でしたが、まあ新型ですね。ちゃんとパッキンもされていて、USB Type-C、USB Type-C になってるっていうですね。このあたりもですね、ちゃんとしてる。もうガジェット好きとしては USB Type-C 以外は認めんですからね。今回のモデルはタッチもいけるし、ボタンもいけるよっていうね、両党スタイル。こっちはタッチだけですね。じゃあ電源入れてみましょう。せーの、ポチッ。ね、だいたい同じタイミングでスタートしました。ちょっと840が遅れてスタートしましたけども、さてどっちが早く行くかなと。ああ、早いっすね。もうついちゃったね。一方820の方はまだちょっとぐるぐる回ってる感じ。これ全然違うね。めちゃくちゃ早いね。さすがだね。かなり起動が早いです。もういきなりね、UI が全然違うよね。はい、明るさを調整しました。マックスの状態ですね。明るさどっちも明るいんですが、UI が全然違います。両方ともタッチがいける。こっちもタッチがいけるスタイルですね。これが820の操作感ですね。ちょっと気持ちもっさり感が若干あるかな。一昔前のスマートフォン、iPhone とかね、そのあたりの操作感ですが、840は非常にサクサクとした動きになっております。こっちが820ですね。当然ソーラー画面もありますけども。で戻るのがここかな。戻るのはこうか。だからやっぱりボタンとタッチ両方できるのもめちゃくちゃいいね。手袋しててもボタンでなんとかなっちゃうっていうのはやっぱいいもんですな。ボタンでもポチポチやっていろいろできます。かなりサクサクした動きになってますね。やっぱ深くしちゃうとどうしてもなんかもう一昔前感半端ないですね。いけなくはないんですよ。これだけ使ってると、まあみたいな感じなんですけども、820の方がかなり差が出るね。全然違うね。めちゃくちゃ速いノンストレスですよ。すごくいい感じですね。さあ、忘れちゃいけない。はい、ごめんなさい。誤覚ですね。多分室内だからかもしれないですけども、全然衛星が補足できないので、一旦置いときます。ということでですね、今回新しくなった Garmin 540、840ね。ちょっとね、レビューさせていただきました。ちょっとね、簡単ですけども、比較させていただきましたけども、やっぱり新しいものはいい。間違いないです。いいものはいいです。まずシンプルに USB が Type-C になったっていうのが僕の中ではもう万々歳ですね。1台だけマイクロ USB とか、これだったらミニ USB とか嫌ですよね。ようやく行きましたね。はい。気温が34度ということで非常に小屋暑くなっておりますけども、たまごっち感が半端ないでしょう。いや、もうなんならこれはこれでありだよね。振り切っちゃってる感じがね、僕は好きですけども。ロングライフバッテリーになったということで、1040の時もそうでしたが、非常に完成度の高いサイクルコンピューターになってると思います。もう正直隙がないです。これ完璧と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。当然ね、ハード面もそうですし、ソフト面も充実しております。UI が非常にやっぱ使いやすい。初めての人でも多分パッといけると思います。昔のね、ガーミンはちょっとね、個人的にはね、ちょっとよくやり方がよくわかってなかったんですけども、これは初見でも結構パッといけんじゃないかなと思います。こんな分厚いさ、説明書よく読んでたでしょ、皆さん。ああいうのね、やんなくても多分いけると思います。あとはまあ、シリアスなね、ライダーの方なんか、トレーニングライダーなんかはですね、パワーガイドとか、ヒルクライムの時に便利な機能ついてます。あと何メーターで頂上ですよとか、そういったのも当然ついてますし、自分の体力をですね、数値化して、今どんぐらい体力残ってますよっていうですね、HP ゲージ、ね、リアルタイムスタミナっていう機能がついてたりとか、意外に自分だと
気づかないけど体は実は疲れてるんだよっていうのをですね、ガーミンが体調を管理してくれるなどなど、ガーミンね、時計なんかもやってるので、その辺ね、得意な分野だと思うんですけども、サイクルコンピューターにも落とし込んでいるということで、当然旧機種にはない部分、ハード面はもちろんソフトウェアの進化もね、充実してますよということで、1040だとちょっとでかすぎる。あと、ちょっと高すぎるっていう人はですね、ようやくちょっと手の出しやすい価格のものが出てきたなと。それでもね、5万とか7万とかするんですけども、ガーミンの1040だともう、いいスマホ買えちゃうぐらいの金額だったので、さすがにそこまではっていう方はですね、540、840シリーズはですね、候補に入れてもいいんじゃないかなと思いました。まとめると売りはやはりソーラーですね。ソーラーパネル搭載が売りです。そして、GPS のロストがね、極端に少なくなった。もうほぼほぼロストしないでしょうっていうレベルのガーミンのお家芸の集大成をここにね、突っ込んだといったような感じですね。それがちっちゃくなった。プラス1040とかよりも軽くて安くなったといったのがポイントだと思います。売れ筋モデルですからね。気合い入れて作ってると思います。一応これですね、サイクルモード東京にもガーミン今回ね、出展するんですけども、実際に触ってみたいなと思う人、触ることできますので、ぜひぜひブースに行って触ってみてください。こんな感じでいいね、ソーラーとかサイズ感とか重量とか、いろいろね、触ってみて確かめてみてください。やっぱり僕はですね、正直840の方がかなりいいね。1040じゃなくて僕だったら840買うかな。で、ソーラーモデル。なぜなら、やはりタッチ、そしてボタン、両方使えるっていうのはね、めっちゃいいです。目まぐるしく自転車乗ってると状況って変わるので、今はタッチがすごくいいっていうシチュエーションもあれば、いや今はボタンの方がいいっていうシチュエーションも当然あるんですよね。どっちでもいけるっていうのはとてもいいなと思いました。そしてサイズ感と軽さね。とても僕はね、気に入っております。とてもいいなと思います。540も当然いいんですけども、タッチがないっていう部分で、こっちの方がね、当然値段がちょっと高くなるんですけども、軍配が上がっちゃいますかね。両方ともソーラーモデルはあるので、その辺はね、自分の用途とか、ソーラーに対するロマンをね、感じるのであれば、とてもいい選択だと思います。今回は、新型のガーミンですね、840と540、そして、はい、比較動画をね、撮ってみました。ご視聴ありがとうございました。では、今回の動画は以上でございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。